こんにちは。かな書家の慶州です。本日はワシントン DC 録画も入れてお届けしたいと思います。4回目の配信となります。これはワシントンタイソンズコーナーで友人のリクエストにお答えして書いた私のかな書であります。ワシントン DC のナショナルギャラリーにはモネやルノアールなど我々にとってはとても憧れのある作家たちの作品が無料で見られるという素晴らしいアメリカの美術館があります。いつも協力してくれている地元在住の友人がプレゼントしてくれたこのマグネットを使って描いていきたいと思います。それでは4回目の配信となります百人種3番を書いていきたいと思います。その前に少し紙の説明をいたします。今までは和紙を取り入れたファイルを使っていたんですが、今回からは本当の仮名の紙で書いていきたいと思っています。それでは説明いたします。皆さんは半紙というものはどうして半紙というかご存知でしょうか。実は半分の紙だから半紙と言います。これが半紙のサイズです。そして実はこの2倍の大きさ、この紙が、この寸法が本当の紙であり、半紙というか紙でありまして、これは菅原紙という紙のサイズです。この紙のサイズを半分に切ったものだから半紙というわけです。本当はこの大きさの紙が書道の紙として用いられておりました。これを半分に切ったので、今回からは正規の紙のサイズ、つまり細長い縦書きのこの大きさで私は百人種を書いていこうかと思っております。いずれこれをどうして横にするかについてはまた説明いたしますので、本日はこの縦書きの縦長の紙で書くというお話から始めたいと思います。それでは百人種3番、足引きの山鳥の尾のしだり尾の長々しよう一人かもねん、柿の本ひとまろのお歌を書いていきます。筆で書こうか迷いましたが、やはり皆さん親しみを持っていただきたいと思い、これからもこういった筆ペンで書いていきます。それでは始めます。はい、終わります。足引きの山鳥の尾のしだり尾の長々しよう一人かもねんと書いてみました。
柿本人丸のお歌になります。百人一首3番のお歌でした。それでは最後になりますが、現代語訳をお話して終わりにしたいと思います。山鳥の尾のその垂れ下がった尾が長々しいように、秋の長々しい夜を一人で寝ることになるのだろうかというお訳になります。本日はどうもありがとうございました。以上です。慶州でした。